長野です。どうぞよろしくお願いいたします。現在私はカンボジアの首都プノンペンにいるわけなんですけれども、ただいまの時刻が4時47分。実は5時にですね、私バスに乗りましてとあるところに行きます。そのとあるところがお隣の国ベトナムのホーチミンということで、今回ですね、初めてバスで国境を越えます。これね、実はやってみたかったんですよ。ちょっと朝の時間がね早いんで、どうしようかななんて思ってたんだけれども、せっかくねカンボジアに来たんで初の国境越えをしていきたいなと思います。いろいろ YouTube チャンネルとかで国境を越えている動画を見たことあるんだけれども、生でねちょっと体験してみたかったんで、今回はですねバスを予約しました。そんな感じで残りあと10分ほどでバスも出発しちゃうので、早速手続き開始していきたいなと思います。ちなみにカンボジアの首都プノンペンからベトナムの最大都市ホーチミンまではおよそ277キロ。これは日本で言えば東京から名古屋くらいの距離感です。今回乗るバスはこの緑色のバスです。で、この看板がちょっとね光ってて分かりづらいかもしれないんですけれども、プノンペンからホーチミンまで行っています。今回私取ったのはこの5時のやつですね。で、5時から最終は15時30分までありまして、値段はね3000いくらだったような気がしますね。5000円とかはいかない感じ。あらかじめネットで予約していたので、その PDF を店員さんに見せてチェックインしていきます。なんかこんな感じなんだ。なんかゆるいなこんな感じでチケットをもらいました。座席番号は書いてない。ネットで見るのかな聞いてみたらこの12っていうのが座席番号らしい。意外といいかも。これあらかじめ座席指定してたのかな、覚えてないんだけれども、ここ嬉しいですね。一人専用の席だし。で、こんな感じで足も伸ばせる。結構席はねゆったり座れるんです。こんな感じで。今日さ全然寝てなかったからさ、もうこのバスで寝ます。5時に出てホーチミンには12時に着くのかな。結構寝れるんですよ。思ってた通りエアコンはガンガンだからジャージ持ってきてよかった。最悪すぎる。なんか漏れてる。レレン。席を変えてもらいました。さっきのね、なんかわかんないけど水漏れして座席がびしょびしょになっちゃうしさ、しかも椅子もね壊れてたんですよ。やっぱり座席がさ自然と倒されちゃうというか固定しなくてさ、寝心地悪いなって思ってたんだよね。一番前の席で隣には人もいます。足のネイルがさ金色でめっちゃおしゃれだったよ。これでようやく寝れる。ちゃんと無事寝て起きたら国境付近に着いて、でスタンプ押してもらってまたこのバスで戻ります。やったぜ。めっちゃ暑い。国境付近はこんな感じになってるんですね。すげー。
意外とサクッとできましたね。並んで5分ぐらいで顔写真撮って指紋やって終わり。早いわ。完全に勘違いしたんですけど、さっきのがカンボジアの出国の場所で、今さっき言ったところがベトナムの入国の場所になります。これもね、20分ぐらいで終わりましたかね。早かったです。無事到着しました。お隣の国なのに全然カンボジアと雰囲気が違いますね。こっちの方がなんか道路とか綺麗な気がします。一応ね、ベトナムのホーチミンっていうのがベトナムの中で一番人口が多いんですよ。ただ首都ではないんですけれども、こんな綺麗なんだって感じだね。観光地っていうところもあると思うんだけれども、ホテルとかもすごい綺麗。無事ベトナムのホーチミンに着いたわけなんですけれども、すごいね、バイクがカンボジアよりも多いようなイメージがありますね。でこれからね、ちょっとホテルに行きたいんだけれども、ホテルのチェックインがね、まだなんですよ。荷物だけ置きに行こうかなって思ってます。チェックインできればいいんだけどね。あとね、めちゃめちゃお腹が空いてます、私。何も食べてないから。トイレも行きたいしさ。今さ、ここにバーガーキングがあるんだけど、バーガーキングでも全然いいわ。絶対美味しいじゃないですか。確実に美味しい。全然カンボジアと雰囲気が違いますね。私ね、このベトナム初めて来たんだけれども、雰囲気結構好きですね。なんか、まだね、来て間もないんだけれども、もう一回来たいってなってる、このベトナムに。すごいいいわ。ご飯屋さんもたくさんあって、犬ちゃんも歩いててさ、犬ちゃんは触れないけどさすがに。いやー、これいいなー。楽しい。ホテルに着きました。サイゴンシティホテルということで、サイゴンっていうのが昔のホーチミンの名前みたいですね。なので観光名所もサイゴンっていう地名を使われていることが多いみたいです。ちなみに一泊でここは3500円でしたね。結構お安め。綺麗だといいな。でもそっか、荷物だけだまだ。チェックインできました。12時だけど、2時間早いけど。まあいいか。していいよっつってんだからね。全部階段っていうのが、なんとも。202、もう開いてるし。嘘、開いてる。よいしょ。綺麗じゃない？いいんじゃない？トイレも綺麗だし。こういうタイプね。シャワーもあって、クーラーもあって。よっしゃ。とりあえず荷物置いて、街の方に観光しに行きたいなと思います。こちらで換金してまいりました。なんかカンボジアのやつを換金しようと思ったんだけれども、換金できるお金と換金できないお金があって、結局日本円を換金しちゃいました。なんかな、カンボジアのやつ買いたかったんだけれども全部無理だったみたい。ホテルから移動してベトナムの民族衣装がレンタルできる場所にやってまいりました。こういったね、青材と言われている民族衣装なんだけれども、早速入っていきましょう。この青材はベトナムの伝統的な衣装です。ベトナム語で青は服、材は長いという意味を持っています。昔は中国の服の影響を受けてもっと長いローブのような形でした。フランスの植民地時代にデザインが細くスタイリッシュになり、今では制服や結婚式、行事などで着られていて、ベトナムの文化を象徴する服となっています。ダダーン、レンタル完了しました。今回ね、白の青材を選んだんですけれども、いろんな種類がありましたね。刺繍が入っているものを今回選んだんですが、刺繍入っていないシンプルなものもあれば、
あとはですね、真っ赤のチャイナドレスみたいなのもあったりして、すごいね、いろんな衣装がありました。一応店員さんにおすすめされたのがこれだったからこれ着ちゃったわけなんだけれども、こんな感じ。なんかちょっとチャイナドレスっぽいっちゃチャイナドレスっぽいかもしれません。でもめちゃめちゃおしゃれ。下にね、こんな感じでズボン履いてるんですよね。うん。ここがちょっとね、セクシーだよね。で、これからなんですけれども、私、サイゴン大教会とサイゴン中央郵便局というところに行っていきたいなと思います。で、最後にこの青材のレンタル屋さんの近くに、タンディン教会っていうピンク色の教会があるんですよ。そこにね、寄っていきたいなと思います。このタンディン教会がどうやらね、午前午後みたいな感じで営業時間が変わっていて、ちょうど行った時閉まってたんですよ。で、午後の時間が14時半からとなっているので、あと1時間以上待たなくちゃいけないから、先にもう郵便局の方行っちゃおうかなと思います。最悪。マジで。このサイゴン大教会っていうのを工事してるみたいですね。これね、画像でこんな感じで載せておくんですけれども、1880年代にフランス製のレンガを使って建造されたカトリックの大聖堂なんですよ。いやー、見たかったのに工事してる。しかも健康もちょっと良くなくてですね、残念だな。もう横から見れただけでも満足かもしれない。すごく綺麗で、来た瞬間さ、ちょっとベトナムいいかもって話したじゃないですか。もう一回行きたいね、ベトナム。いやー、もうこれをね、もう一回リベンジしてみたいっていうところもあるんだけれども、マジでこのね、雰囲気が私めちゃめちゃ好きかもしれない。いいわ、ここ。よかった。こっちはやってるみたいですね。こちらはサイゴン中央郵便局と言われているもので、カンボジアもベトナムももともとフランスの植民地自体がありまして、現在もここ郵便局として使われているみたいです。すごい美しいですね。色合いもさ、いいな、これ。なんか写真で見た感じだともうちょっとピンク色かかってるのかなって思ってたんだけれども、そんな感じしないですね。すごい綺麗。中はなんかめちゃめちゃキラキラしてて、お土産屋さんみたいなのがたくさんありますね。最初ゲームセンターかななんて思っちゃったんだけど、そんなことないよね。すごい。中もめっちゃ綺麗だわ。今回ね、この2箇所がまとまっているから最初に回っちゃおうって思ったんだけれども、なんだこれ、決定じゃない？ベトナムのコインとかも売ってる。これはこれでめっちゃいいね。ようやくご飯にたどり着けました。で、見て、これすごい。おー。ちょっとビールに見えますけど、アップルジュースです。すきっ腹にビールはあかん。いただきます。うま。頼んだのはフォーを頼みました。ベトナムといったらフォーなのかなと思って。結局さ、カンボジアで全然カンボジア料理食べれなかったですね。移動するのにも結構ね、ベトナムよりカンボジアの方が大変で、移動がね、めちゃめちゃ道路広くて整備されてなくて、車が多くてみたいな感じ。なんか良かった。ベトナム料理って書いてあって、結構人もね入っていらっしゃったんですよ。タラーン、届きました。フォーがめちゃめちゃ美味しそう。これなんだろうね。もやしもある。美味しそう。ほな、いただきます。あんまりフォーって食べたことないんだよね。あ、そうそう、パクチーは抜きにしてもらいました。しかも店員さん日本語喋れて、ここに来るまで私2人の方に日本語で話しかけられたんですよ。だから結構ね、ベトナム、日本語喋れるベトナム人多いかもしれない。
こんな、めっちゃうまい。やば。Upstairs. うん。 Upstairs. 美味しい。このもやしは何だと思いますか？つけるのかな、こうやって。うん。もやし。待って。ちょっと舐めてたかもしれない、ベトナムの料理。確かに日本でもベトナム料理屋さんみたいなのあるじゃないですか。行ったことないからさ。うん。やっぱ日本人だからね、日本食が美味しいよな、なんて思ってたんだけど、めちゃめちゃ美味しい。びっくり。念願の丹林教会にやってきました。すごい SNS 映えしそうなピンク色の教会なわけなんだけれども、外見が非常に印象的ですね。この建物ができたのも1876年のフランス統治時代に作られたみたいですね。100年以上前の話だけれども、それでもこんな立派なものが作れるっていうのが人間って本当すごいなと思います。これからね、ちょっと夜ご飯を食べようかなって思ってたんだけれども、思ったよりもフォーがですね、お腹の中に来てるから、今回はこんな感じで動画は終わりにしようかなと思っています。明日がホーチミン滞在最終日となりますので、明日はね、博物館とか行ければいいなと思ってるんだけれども、それを動画撮れるかわかんないんでそんな感じで今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録と高評価いただけると YouTube の動画投稿の励みになりますので、よろしくお願いいたします。バイバーイ。ベトナムめっちゃ雰囲気好き。